こんにちは、えなです。今日は私の自己紹介をしていきたいなと思います。と言っても、普通の自己紹介だとつまらないので、いくつかチャット GPT を使って質問を考えてもらいました。質問の中からランダムに選んで答えていきたいと思います。こんな感じでチャット GPT で考えた質問をいくつか紙に書いたので選んで話していきたいと思います。はい。ではまず1つ目、本当に見てないです。20個ぐらい質問を考えました。まずはじゃん。子供の頃見てたアニメ。年がバレそう。子供の頃に見てたアニメは、私あんまり日本のアニメを見ていませんでした。カートゥーンネットワークっていうチャンネル、これ世界中なのかな。カートゥーンネットワークがお家で見れたので、それでよく何見てた、臆病なカーレッジくんとかが好きでした。あとね、バックスバニー賞とかパワーパフガールズとか、そういうアニメが好きでした。年バレるとかじゃない気がする。で、クレヨンしんちゃんは親が見ちゃダメって言われてたので見ていませんでした。でもたまにあたしんちは見てた。あたしんちは見てましたね。あとテニスの王子様も見てたな。結構見てるか。いろいろあげました。あなたが好きなアニメもありましたか？結構ね、有名なやつはみんな年関係なく見てるもんね。知ってるやつがあったらいつか話せたらいいですね。では2つ目いきます。本当に見てないよ。じゃん。一番落ち着く場所。一番落ち着く場所は部屋の隅っこ。こういうね、ちょっと後ろこれカーテンだからあれだけど、角みたいなところにこうやっているのが好きです。狭い場所が好き。なんか広い部屋でも隅っこの方にいることが多いです。でも自分の家だったら大体落ち着くかな。では3つ目いきます。3つ目はじゃん。よく使う方言ね。私日本の九州の出身、九州の宮崎県っていうところの出身なんですけれど、わかりますか？皆さん日本地図わかるかな？宮崎弁だとよく言ってるのは、返事でそうだよねとか、そうなんだよみたいな感じで、だからよってよく言ってます。だからよ、これは方言ですね。あと宮崎じゃなくて九州の人が多分よく言うって言われてるんですけれど、あーそうだねみたいな、分かったみたいな感じで、あねってよく言います。あねって言って、LINE とかメッセージを書くときもあねとかあねとかいう風に送っています。でも九州じゃない人が聞いたらちょっと冷たい返事だなって思われるっていう風に聞きました。あんまり九州じゃないところに住んでいる友達がいないので分かりません。では4つ目引きたいと思います。好きな日本の音難しい。なんだろう、田舎の出身なので、そうだな、秋ぐらいになると外でね、スズムシが鳴いてるんですけど、ちょっとうるさいんですけど、私地元の音だなっていう感じがするので好きかもしれない。なんか虫の音、セミの鳴き声とかはうるさいなって思うんだけど、虫の音をこう楽しめるのって日本人ならではの感覚って聞いたことがあるんですけど、あなたはどうですか？虫の鳴き声はただうるさいだけですか？5つ目、一生に一度は行ってみたい場所。旅行が好きだからいろんなところに行きたいんですけれど、最近そういえば行きたかったわと思って思い出したのが
インドネシアのボロブドゥール寺院に行きたいです。理由は特にないんですけれど、高校生の時に世界史の教科書でボロブドゥールの写真を見た時になんかすごくここに行きたいって思って、でもインドネシアに昔行った時はジャカルタにしか行かなかったので、近いうちに行く計画が立てられたらいいなと思います。はい、それでは3つ目です。台湾では6をこうやって宣言するんですけど、日本はこれです。6つ目、じゃん。日本語で知らなかったと思った言葉。本読んでたらいっぱい知らない言葉は私も出会うんですけど、最近何を覚えたかな。最近も多分あったとは思うんですけど、ちょっと思い出せないので、知らなかったなって思って覚えた印象的な言葉がまがまがしい。まがまがしいってなんかちょっとこう怖いような感じとか不気味な感じとか、あまり良くない雰囲気を表す言葉なんですけれど、友達とディズニーシーに行った時にタワーオブテラーっていうアトラクションがあるんですけど、それがちょっとね、乗る前に物語の説明があるんですが、それがねちょっと怖い話じゃないですけど不思議な話とか、ちょっと暗い部屋でお話をされるのでドキドキする感じの雰囲気になるんですけど、それを友達がまがまがしいって表現をしてて、そんな言葉を使うなんてと思ってびっくりして、すごくそれが印象に残っています。だから今もね、まがまがしいっていう言葉を見るとおって思っちゃう。次、7つ目に行きます。日本のコンビニでよく買うものはおにぎりです。おにぎり、お米が好き。最近日本お米高いらしいけどおにぎりが好きです。しかも海苔がついてないやつが好きで、かつ白ご飯のやつが好きだから、もうただの塩おにぎりと中に青菜、野菜の漬物が入っているおにぎりを買うことが多いです。シンプルなおにぎりが一番。でも自分家で作って自分で握ったおにぎりの方が私はコンビニのおにぎりよりも好きです。8つ目、8個目。なんかそろそろさ、ちょっと面白いの出てきてほしいんだけど、意外と普通の質問が多い気がする。じゃん。ともするかな。好きな寿司ネタは？お寿司私大好きなんですけれど、好きな寿司ネタはカンパチです。白身魚って言われてるお魚の方が好きです。赤身はマグロとかね、カツオとかよりもカンパチとかタイとかが好きです。冬はブリをよく食べています。エビとかイカも好きです。もちろんお刺身、お寿司本当に美味しいから、台湾でも食べられるんですけれど、早く日本に帰って美味しいやつを食べたいなと思います。9つ目、9個目です。お気に入りの季節、行事。お気に入りの季節は春です。春が一番好きです。行事は別に春の行事が好きなわけではないんですけれど、日本はね、学校とか4月から始まることが多いので、始まるのがほとんどだと思うので、新しいことが始まるワクワクした感じもすごく好きだし、南の方の出身なので3月の末ぐらいから4月の初めぐらいにかけて桜が咲くんですけど、一気に冬の寒かった時期が急に明るくなっていく、お花の道の花とかが増えてくる感じがすごく好きです。あと長袖着てても暑くないかが好き。ちなみに私は花粉症も春
春の杉とかヒノキは今のところ何もないので、春が一番好きな季節です。では10個目。10個目はこれで最後にしようかな。じゃん。夜型？朝型？夜型です。でしかないんだけど、早く寝たいし早く起きたいんだけれど、いつも夜更かしをしてしまいます。しかも今台湾での仕事はお昼から始まるので、あんまり朝早く起きなくても大丈夫なんですよね。だから余計に夜型になっています。でも本当は朝早く起きたいです。起きようと思えば起きれます。あんまり朝が弱いわけではない。ただ夜が遅いから寝てるっていうだけなので、寝起きが悪いとかではそんなにないです。あなたはどっちですか？はい、今回は10個の質問に答える形で私のことを紹介してみました。別に聞いたところでみたいなね話だけどね。残りの質問ももし機会があったら第2弾っていう感じで紹介したら面白いかもしれないですね。ということで、ぜひこれ私も好きだよとか、私はこっち派です、僕はこっち派ですとか、あればコメントとかで教えてくれたら嬉しいです。こんな感じで私のことだったり紹介をどんどんしていったり、普通におしゃべりをする感じで話していけたらいいなと思うので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの2つよろしくお願いします。今回も見てくれてありがとうございました。また次回の動画